もベイメットチャンネルです。本日は新ビットフリーボールは環境入りできるのか、ロットボールドラグーンエレベートと100回戦で徹底検証してみた。先日発売されたシルバーウルフに収録されている新ビットフリーボール、ビットの回転を抑制する突起がないためラチェットに対しフリー回転する仕組みになっている。フリー回転することによってエクストリームラインに接触してもダッシュしづらい、ブレード同士の接触による衝撃がビットにまで伝わりにくいというメリットが考えられる。ビット先端の形状はボールビットと同じ形状になっているが、軸形は細くなっておりスタミナロスを減らす設計になっている。しかしその分姿勢を崩された時に持ち直すことが難しくなるのではとも予想しているぞ。そんな特殊な性能を持つフリーボールだが、結局現在の環境で活躍できるのかが一番気になるので、今回は対ロットボール戦での勝率と対ドラグーンエレベート戦での勝率の比較検証を行っていく。ブレードによる個体差が出ないよう検証に使用するロットは同じ個体を用いて同じ相手に対しそれぞれ25戦ずつ挑み、スピン勝率や継戦時間などを比較検証という形で徹底検証していくぞ。相手のロットボールは各データを収集しやすいよう格上の完全調整済みロットボールを相手に検証していく。ボールビットとフリーボールの比較で一番重要な要素は持久力だろう。シュートからスピン負けまでの継戦時間をアベレージタイムとして集計していくので、スピン勝率だけではなく持久力にも注目だ。さらにボールビット同士ということで、前回の動画弾き性能検証と同じ集計方法を用いて1秒あたりの弾き回数で純粋な弾き性能を、合計弾き回数で持久力も考慮した弾き性能を計算して前回の検証データをアップデートしていくぞ。25戦やってみた結果は、検証用ロットボールのスピン勝率は 20.8%、スピン勝利数は5回、平均継戦時間は1分29秒、合計弾き回数は51回、1秒あたりの弾き回数は 0.03 回という結果となった。続いては本命フリーボール。フリー回転するギミックによりボールビットよりもエクストリームダッシュの発生を抑えることでスタミナ温存に優れている反面、軸形が細くなっていることで倒れやすい可能性があり、ミラーマッチで重要な最後の粘りがボールビットには劣るのではないかと予想している。25戦やってみた結果は、フリーボールビットのスピン勝利数は6回、スピン勝率は 26.1%、平均継戦時間は1分19秒という結果となった。続いてはコバルトドラグーン E。こちらもフリーボールの性能を評価するにあたって重要な相手だ。実は以前の動画で使っていたブラックドラグーンはかっこいいからなんとか調整して使っていたが、実はこの青ドラグーンの方が精度高く調整できている。さらにこの検証では大会用のロットを使用するので、ドラグーンエレベートのリベンジも兼ねた検証になっている。またビット抜けについて心配しているブレーダーも多いため、攻撃的な動きも多いドラグーン戦でビット抜けの回数も集計していくぞ。
25戦やってみた結果は、ドラグーン E の送り合い勝利率は 17.6%、ロットボールの送り合い勝利率は 82.4%、ビット抜け回数は5回という結果となった。最後は本命フリーボールビット。送り合いでもフリー回転が機能するという意見もあるが、個人的には送り合い特有の細かい接触では少なからず抵抗をかけているラチェット内部のロックパーツとブレード、ラチェットの重みによってフリー回転ギミックはそこまで発生しないのではと予想している。それよりも細い軸系によって送り合いに重要な最後の粘りが不利になってしまうのではと予想している。100戦やってみた結果は、対ロットボール戦は、ボールビットのスピン勝利数は5回、スピン勝率は 20.8%、平均牽制時間は1分29秒。フリーボールビットのスピン勝利数は6回、スピン勝率は 26.1%、平均牽制時間は1分19秒。ということで、スピン勝利数はほぼ同数だが、ボールビットの方が平均牽制時間が10秒も長かったため、ミラーマッチにおいてはボールビットの方が有利だということが判明した。予想通り、軸系が細いせいで、中盤にお互いがぐらついてきた時に、フリーボールの方が安定感のないふらつきで、先に倒れ込んでしまうバトルが多かった印象だ。さらに平均牽制時間の10秒の差は大きいので、ミラーマッチの多いワンベイではボールビットを採用した方がいいと感じたぞ。続いて対ドラグーンエレベート戦では、ボールビットの送り合い勝利率は 82.4%、フリーボールは 68.2% ということで、送り合いでもボールビットの方が有利で、フリー回転ギミックはメリットにならないことがわかる結果となった。まず送り合いを経験したブレーダーならわかると思うが、ドラグーン側が送り合いに勝つには数多くの細かい接触をする必要がある。大きく弾き合った時にロットに逃げられてしまうと吸収できずにそのままスピン負けしてしまう。そんな中、フリーボールの挙動を見ていると、センターサークルの段差に引っかかって跳ね返り、ドラグーンからうまく逃げられない試合が多いように感じた。そこで、ボールビットとフリーボールでセンターサークルの段差を撫でてみると、明らかにフリーボールが引っかかりやすいことがわかる。ドットビットほどではないが、センターサークルを乗り上げにくい特徴は、ドラグーン E の採用が増えてきている現環境ではマイナス要素となってしまう。ということで、ドットミラー戦、ドラグーン E 戦ともに現環境においてはボールビットの方が優先して採用すべきビットと言えるだろう。しかし、ビット抜け回数はフリーボールビットの方が少ない結果となった。これについては発売前の画像投稿で紹介した通り、フリーボールの方がビットが抜けるために必要な角度と距離が長くなっていることが大きな要因だろう。実際にそれぞれのビットを手で抜き差ししても分かるほど差があるため、吹き飛ばされてもビット抜けがしづらく、ボールビットに次ぐ高いスタミナがあるビットということで、第2のボールビットという扱いで 3on3 デッキに採用してもいいかもしれない。他にも通常回転でもブレードとビットの回転数が異なっているのか、エクストリームダッシュだけでなく通常の動きについてもスピードが遅い特徴があった。これは外周を逃げるようにシュートできるブレーダーにとってはメリットになるかもしれない。しかし先ほど挙げた傾いた時に粘りが弱い、段差を乗り上げにくく送り合いに持ち込まれやすいという特徴もあり、相手のデッキにドラグーン E が入っていれば不利になりやすいビットのため、状況に応じて入れ替えられるよう第2、第3候補のビットも用意しておくことをお勧めするぞ。ではチャンネル登録、コメントでみんなのリクエストも待ってるぜ。次の動画でまた会おう。アディオス。